はい、それでは今日はこれです。4種類の露地メロン。今日は4月の12日、4月の1日に植えて12日目です。この間選抜して、昨日水をかけて、今日から生産をしていきます。生産っていうのは水を切るってことです。ここがディーバ。で、ここからが、TL 高見。もう樹勢が全然違う。ディーバこんな。で、あれが、TL 高見がこんな感じ。すごくおとなしい感じですね。ディーバからすると。で、これが、普通の高見。ヒゲがつきます。TL はつかないです。ヒゲなし。普通の高見。もうでもちょっと水が切れてきてるところもあるな。1日だけどね。で、これがベロッサ。ベロッサも強靭です。で、今日はとりあえず1日、今日から水切っていこうと思うんですけど、これ焦げないように、やっていかなければならないんで、側溝を全開にして、ちょっと温度は高めですね。昨日はね、25度以上になった。で、今日も20度はあると思う。で、いつものアールスメロン、マスクメロンよりは多分水切る期間が短くなると思います。今はまだたっぷり入ってる状態。水がしっかり入ってます。そして微生物も動いてますね。こういうほら糸状菌というかこう網を張ったように微生物がどんどん働いています。っていうのもいつものやつより多分もう 2,3 日で水は切れると思う。こっちは金網です。いつもの方はアルミベッドなので、これ金網なので水切れがいつものベッドよりはいいので、水が早めに切れると思います。こういうところがね、糸状菌なんだよね。糸状菌っていうか有効菌、微生物。これ微生物が働いてる。で、なぜ生産をするかっていうと、まずこの根っこ、今水かけて水が染みてるところには根っこがどんどんいってるはずで張ってきてるはずなんですよ。ほら根っこ、これ水が濡れてるところ、この根っこを水を少なくしていくことによって、この根っこをこのベッド全体にこう回していきたい。水が少なくなってくると、水が欲しいっつって水を探し出す。このベッドの中で探し出して根っこをどんどん張り巡らせるので、そうするとかけた水がすぐ効くようになっていい。これはベッドじゃなくても地面でもやるといいです。地面だともうよりちょっと時間はかかるかもしれないけど、生産をしてあげてしっかりと根っこを伸ばさせてあげる。メロンは下の方に行く根っこじゃなくて周りに張る根っこなので、なるべく根っこを伸ばしてあげて、かけた時の水を切りやすくするっていう目的が1個と、あとは木を飢餓状態にして一回メロンがね、僕もう枯れてしまうかもしれないっていう風に、やばい子供を作んないとなんつうの、もうやっていけないというか、やばいっていう風に思うことによって小ずるっつうか脂肪を飛ばずにつけやすくする。生殖成長から栄養成長に切り替えるっていう目的もありますね。より栄養成長と生殖成長っていうのは常にあるんだけど、生殖成長側からより栄養成長側からより生殖成長側に木の感覚を高めてあげるってことがあります。でも水切れがいいな。こんな感じで、そういう目的で生産をしていきます。今日は水はかけずにいきます。そしてあと多分2日3日ぐらい水切れば
しっかりしおれてくると思うので、今度は水を戻すタイミングで撮影するので、そちらまで一回ジャンプします。以上です。はい、それでは今日はこれです。4種類の露地メロン栽培で、前回12日に撮影して水を切り始めたところでした。で、今日は、4月の16日、11日に水かけて、12、13、14、15、中4日水断水しました。こんなに切れました。ちょっと切れすぎぐらい切れてるかもしれない。まあでもこれぐらいだったら影響はないでしょう。ちょうどいい。しっかりと切れた。おー、ギリギリだね。ここはちょっとギリギリシビア。ちょっと行き過ぎぐらい。これは。これぐらいがベストですね。これぐらいで戻したい。あそこはよく切れたんだな。ちょっと根っこが水をもう根っこがやっぱり水を探してどんどん伸びてってる。しっかりと。これで今回もまたいつものごとくアミノ酸水でちょっと濁ってるアミノ酸の水でしっかりと戻していきます。しっかりと水が切れたので、今日あれだったら一回水をかけて復活を感じてから、もうちょっと水が欲しいようだったらもう一回水かけちゃいます。アミノ酸がじわじわとかかってますね。で、これが TL 高見。木に特徴が出てきてます。で、これがディーバ。20度なるというメロン。そして、これがベロッサ。赤肉。で、これが、つるありの普通の高見メロン。これが TL 高見。これがつるあり高見。全然違う。葉っぱの大きさとかもちょっと違う。広がりが。でもできるメロンはほぼ同じようなメロンができるっていう。まあ不思議な感じですね。これで、もうちょっとしたら、もうちょっとしたらつうかもうできるんだよな。1日2日あたりで、静止。2つる選抜からの最初の静止をやっていきます。ちょっと切らしすぎたかな。まあでも、ギリギリのいい生産ができたんじゃないでしょうかね。根っこがね、しっかり来てれば、来てる。根っこが来てますな。これでこうベッドの中を根っこをこう張り巡らして、入れた水がすんなり効いてくる。あとはこういう外にある肥料分もきっちりと吸収してもらえるようにしっかり根っこを張ってもらいたいです。で多分というか生産水切りが1回成功してというかきっちり成功して水をこう戻していったらこっからの成長のブーストがもう一気にバーッと伸びるから、それ楽しみですね。もうこっからはもうスピード勝負。明日にでももう静止1回目の静止をしてそこからもうどんどんブーストさせてどんどん進めていって、今日16日なので次静止の動画撮って後輩が26から30の間ぐらいでいければ6月末から7月本当の序盤、そこで収穫になると思います。はい、こんな感じですね。これでちょっと一回こうしおれてるんで水が戻ってこいつが復活してきたらもうちょっと取ってみます。以上です。はい、それではかけて10分かかってないな。さっきまでぐるんとしおれてた葉っぱがこれがまだ戻りきれてない。でも戻ってきてる。しっかり戻ってきましたね。
これで様子を見ながら、しっかり水が切れてたんで、今日もう一回戻すか、明日朝早く戻すか、ちょっと決めたいと思います。ここの生産をしっかりした方が、こっちの方がいいか。こんな感じだ。生産をしっかりした方が、結果子の伸びがピュっていい伸び方をするような気がするんだよね。まあ、それはまあ、メロン生産者いろいろなんでしょうけど、僕、メロン農家の仲間とかとは話したりするとき、やっぱり1回目の生産をしっかり切れた方が、この子づるこれの伸びがすごくいいようなっていう話はよくしてますね。だから1回目の生産はなるべくギリギリまでしっかりしようとは毎回心がけていますが、春なので中4日で切れました。これが秋とか冬だと、秋なんか10日11日とか切ってた時もあるな。天気が悪くて水が切れなくて。でしっかり結果子脂肪もついてんだけど、まだここは使えない。これはまた静止した時にいろいろ話しましょう。それでは、はい、今日はというか、前回12日水切11日の水を最後にして、そこから中4日断水して、今日16日水を戻しました。これがメロンの生産です。はい、それでは以上です。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。それでは。